なんかあんまりこう飛ばす気になれないんだよな。俺の気持ちが今日乗ってないのかな。そんなことないよね。怖いわこのバイクではですね。ちょっとねパワーありすぎて回せないんですけど、ちょっと気持ちねここの直線で回してみましょう。さっき後半全くフロントが設置しておりません。無理です。はい、それではですね、鈴木刀ワインディングのインプレッションをやっていきたいと思います。このねいつもの看板を見るとね気が引き締まります。しっかりね制限速度、もしくは制限速度プラスアルファぐらいでね楽しく走っていきたいと思っております。それでは行きます。こちらはですね制限速度40キロなんで、50キロを超えないぐらいで気持ちよく走っていきたいと思います。その時のねエンジン回転数、各ギアのエンジン回転数とかギャップの拾い方とかですね、操作性とかそういったものをね皆様にお伝えできればなと思います。もう奥多摩も最後かな今年。それでは法定速度ぐらいで各ギアの回転数いきましょうか。まず1からいこうか。1でもねこのバイクちょっとやばくて、1でも大して回ってないんだよな。高速道路普通に1速で走れちゃうんでその辺はね高速道路のインプレをちょっと見ていただきたいんですけど、ちょっとやばいですこの回転数が。1速45キロ3800回転ぐらい1速の法定速度で3800回転よ。このバイクどうなってんだよ。2速3200回転、3000回転、3000回転です。3速2500回転。ちょっとねタコメーターのメモリがでかいのではっきりした数字ではないと思うんですけども、大体そのくらいということでご理解いただければなと思います。4速厳しいかな、まだ大丈夫だな。2000回転、こんな感じです。まだ全然平気ですが、すげえすごくない？すげえっていうか、だってさ1万500回転からレッドゾーンが始まるバイクの2000回転でこんだけいくのよやべえよこれ。5速は同じとこですね。2000回転ですけどもうちょっと低いと思います。まだ全然大事だね。ちょっとかなり回転低いよって感じだけど、ノッキングしそうだとかなんかそういうこうやばいなっていう感じではないんだよね。さすがに6速はきついから、6速おいけるぜ。メモリが変わんないけど2000回転以下であることは間違いないでしょうね。厳しいけど全然大丈夫。ノッキングをするような素振りは全くない。恐ろしいね。ただ気持ちよく走ってると、ギアとか見ないでね、気持ちよく走ってると3速かな。4速だと相当上の回転使ってるな、上じゃない下の回転使ってるなって感じだから、奥多摩周道路の法定速度40キロから50キロぐらいで心地いいギアは2速3速、これ2速ですよ。2速3速ぐらいかなという感じはいたします。ではね、法定速度ぐらいでの操作性、コーナリングのね曲がった時の感じとかはどうかというとですね、これね意外なんですけど、
もうちょっとこうインに入っていくようなバイクなのかなと思ったんですが、そんなことないのよ。意外とね、しっかりこう寝かし込むときに抵抗がありまして、抵抗があるってことは安心感があるっていうことだと僕は理解してるんですけど、ふって寝ちゃうと何の抵抗もなく怖くない？意外となんかスポーティーを売りにしてるバイクだから、そういう傾向があるんじゃないかなって僕は思ってたんですけど、全然しっかり抵抗がありますね。これはもちろんそのフロントフォークの角度とかトレール量とか、ちょっとこう専門的な難しいところのセッティング、鈴木さんがセッティングをこういう風にしてきたんだとは思うんですけど、僕ね、タイヤが太いっていうのもね関係してると思うんですよね。なんせ後ろがね190ですよ。190ってさ、相当太いぜ。初めて見た俺。初めてじゃねえけど、こんな太いんだ190って思ったけどね。180はね、自分が乗ってる VFR800X も180なんですけど、180と190って迫力が全然違うよね。でもちろんタイヤが太くなれば太くなるほどね、寝るのにさ抵抗があるんじゃないかなと僕は思うんですけどね。なんかすごくスポーティーでクイックなバイクなんじゃないかなっていう期待っていうか、ネガなんです。僕にとってはネガなんですけど、ネガなところを払拭しますね。すごい扱いやすくて、寝ている感じもすごくいいと思います。軽すぎるバイクじゃないってことですね。ホイールベースも長いのかな、もしかするとね。すごく操作性素直で好感持てますよ。でこのくらいのスピード域での、ギャップ、道路のね段差とかはどうかなっていうとね、今ここ継ぎ目があるので、橋の継ぎ目ですね、それがねなかなかなのよ。サスペンションは相当硬いと思いますよこれ。ゼブラもね結構ねガタガタ拾いますよ。高速道路ぐらいのスピード域になると意外とねしっとりしてるかもしれない足回りと思ったんですけど、とんでもございません。修正します。なかなか硬いです。今のゼブラもねウェイっていう感じでね拾うので、しっかり、変な足回りじゃないんですよね。多分すごくしっかりしてる足回りということですね。プアな足回りってことじゃないですからね。気持ちいいな。今のところのコーナーとかもね、本当に荷重をしっかりねインにかけていかないとこうバンク始まらないんですよ。それがねすごく安心安全な感じがしますね。ぐーっとこうインにしっかりこうかけていかないと、いい。これ好きよ。今セブンスのスカイラインじゃね、懐かしいな。元カノが乗ってたんだよな、23歳ぐらいの時の。ではですね、ちょっとねパワーありすぎて回せないんですけど、ちょっと気持ちねここの直線で回してみましょう。ダメ。さっき後半全くフロントが設置しておりません。無理です。心地よくねちょっと開けてみたいと思うんですけど、心地よくですよ。常識範囲内です。スピード的にはこれはもう怖くて開けられないから。ちょっとスピード領域が上がっていくと逆に切り返しとかが軽く感じる。なんでだろう。不思議だねこれ。そしてコーナーリング中の姿勢がすごい安定してる。
今の切り返しとかも結構軽いもんね。ただね、なんかよくわかんないんだけど、パワーありすぎて、ちょっとこう、飛ばせる感じじゃないんだよね。今のところがちょっと今の感じだと僕のテクニックであそこは限界まさちゃんの動画。それではですね、今度は下りですね。ちょっとねU ターン怖いのこのバイクこれね、足つき取り回しポジションチェックでもやりましたけども、ハンドル切れ角が非常に少ないですね。で、高重心なのかな、ちょっと背が高いっていうのもあって、今までで結構上位ランクに U ターンに気を使うバイクですね、これ。はい、それでですね、下りの操作性、それからギアどのくらいがいいかなっていうのをお伝えしようと思っております。今3速、上りは3速が良かったけどね、意外とね、エンブレ、うわすげえな、今ガタガタ来たな、エンブレが結構効くんだわ。なので3速だと逆に下りだとギクシャクするかなというね感じがしますので、読んでいってみましょう。そうね、やっぱ4ぐらいのエンブレ、でもこれでも結構エンブレ効くよ。スーッとね速度が落ちてきますね。4がいいですね、下りは。そしてね、フロントフォークがちょっと立ちます。で、さっき上りの時に言ったように、意外とですねクイックなバイクではないですよね、低速では。もっとこうぐーっとねインに入ったりとかするのかなっていう、そういうこうスポーツバイク的な操作性を持ってるのかなと思ったけど、そうでもないので、上りじゃなくて下りになると今度フロントフォークが立つから、ちょっと操作性がクイックになるので、その操作性はどうかなというところですが、やっぱちょっと軽いね、やっぱね、下りになるとね、切り返しとかも少し軽さを感じますね。でもこのくらいの感じが好きだな、俺は。ちょっと上りは結構ね、しっかり舵をかけていかないと寝ないバイクでしたけど、下りは非常に軽やかですね。相変わらずね、ギャップは結構広いね、このゼブラさんとかね。いいね、やっぱ下り上りちょっと操作性がこのバイクは結構違いますね。下りの方がすごく、僕にとっては素直で寝かしやすいバイクになってますね。軽い、やっぱり下りになると軽いですね。じゃブレーキどうかっていうとね、これね、リアがねそこそこ効いてくれますよ、ちゃんと。フロントはねブレンボのブレーキなんですけど、初期タッチがね非常に優しいのよ。だ意外となんかこんだけスパルタンなイメージで売ってきたバイクなんで、フロントブレーキガチ効きかなと思ったんですけど、もちろんガチ効きするんですよ。ガチ効きするんですけども、ちょっとやってみようか。こう割とね初期のタッチが優しい、これがブレンボさんのすごいところなのかな。でリアもほら、もう簡単に ABS 効いちゃいますね。そんなにこうカーって乗っけてないですけどね、スーッと乗っけただけで、ちょっとクッと力入れただけでリアが ABS 効くこと効くので、ブレーキに関してはちょっと怖いな、効かなくてみたいなことはもう全然ないですね。
この前 ZX25R 乗った時にリアがすごい効きすぎて、なんか逆に怖いなと思ったんだけど、これはそういうことはないですね。リアの効きもすごく自然でしっかり効くし、制動できるリアブレーキだし、気持ちいい。でフロントもね、初期のタッチがすごく扱いやすくて、でグッと握るともうカチンって効くっていうね、本当扱いやすいブレーキじゃないかなと思います。気持ちいい。じゃあちょっと常識範囲内で少しスピードアップしてみましょうか。3速落として、なんかね、ちょっと上りでも言ったんですけど、なんかあんまりこう飛ばす気になれないんだよな。俺の気持ちが今日乗ってないのかな。そんなことないよね。あんまりこうなんか飛ばす気になれないんだな。怖いわこのバイク。パワーがちょっともうありすぎて、まあ、かといって扱いづらいわけじゃないんですけどね。はやぶさとかもね、普通に結構ねこう気持ちよく走ってたんですけど、もちろん気持ちいいですよ。気持ちいいんですけど、なんかね、もしかしたらあれなのかな、フロントタイヤが遠いわけじゃないんだけど、フロントの設置感かもしれないね。なんかフロントが逃げるような、なんかそういうイメージがしてしまう。なんだろうな、これ僕国産ミドルクラスネイキッドを探してるときに、最初 XSR700 が乗りたくて乗ったわけですよね。でそこでこういうここまでじゃないんだけど、ここまでじゃないっていうか XSR ほどじゃないんだけれども、フロントタイヤがすごく遠くにあって、なんかこうフロントが逃げるようなイメージになったんですよね、 XSR がね。でそれがなんかめちゃめちゃ怖かったのね。でそれからですね、国産ミドルクラスネイキッドの旅に出てしまったんですよ。どれがいいかなみたいな。もちろん今みたいに曲がり始めてしまえば全然いいんですけど、なんかこう荷重が抜けやすいのかな。なんかフロントが逃げてるとしかちょっと言いようがないんだけどなんだろうな、旋回性があんまり感じないというか、旋回性を感じないというか、もちろん僕の乗り方の問題もね、もちろん一足入っちゃったよ。僕の乗り方の問題ももちろんあると思うんですけど、なんか怖くてなんだろうね、なんかこう頭がこうインに向いてくる感じがあんまり僕の中ではしないんですよね。なんだろうな、なんだろうね、今こうちょっとって開けたじゃないですか。開けた時にこうグッとこうインに入ってくる、来てほしいんだな来ないのよこの子、インに。ちょっとこうどうだろう、今のは結構傾けてからというか、こうバンクをグッとさせてから開けたんで、割とだけど、なんかやっぱホイールベースがすごく長いのですかね。どうなんだろう。なんかもうちょっとこうインにグーッとこう入ってきてほしい気がする操作性というかね、そういう感じです。まあ僕のテクニックの問題はもちろんあるので、マサチャンネルの率直な感じとしてはそんな感じね。もうちょっと曲がってほしいな、インに向けてほしいな。特にアクセル開けた時ですね、開けた時にぐーっとこう荷重がかかってほしいんですけど、僕のテクニックではあんまり荷重がかけられない感じですね。まさちゃんの動画。はい、というわけで
鈴木刀、ワインディングのインプレッションですね、上り下りと法定速度、それからここ直走った感じ、一応全部ねさせていただきました。ブレーキの感じとかもね、ショックの伝わり方、路面追従性、全部伝えさせていただきました。皆様の参考になれば幸いかなと思います。そしてですね、刀に関しての動画はですね、足つき取り回しチェック、そしてこのワインディング道路、そして高速道路、それからファーストタッチ、総評、燃費報告と4つの動画になっております。概要欄に貼り付けてありますので、そちら全部見ていただきますと、刀に関してはほぼほぼわかるんではないかなと思います。そしてここからが大事でございます。マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしておりますので、この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、チャンネル登録にご協力をお願いいたします。可愛い女の子のチャンネルが楽しいのは私も同じでございますしかしですね、頑張ってるんですよ。富士山もですね、一生懸命ですね、頑張ってるんです。そしてですね、レンタル1回借りると2万かかるんですよ。2万以上。それをですね、全部ですね、自分で払ってるわけでございます。そうですね、ほんの足しになっているのがですね、Google 先生からの広告収入なんでございますよ。ほんのちょっとなんですけどもね。なのでですね、もうちょっと皆様がチャンネル登録をしていただきますと、皆様に乗ってほしいというですね、リクエストをいただいたバイクがさらっと乗れるんじゃないかなということでですね、ぜひ協力をお願いします。それでは奥多摩周遊道路ありがとうございました。それではマサチャンネルこれにてさようなり。